皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、いやー、前回ライブ配信大変失礼いたしました。私初めてね、ライブ配信をさせていただきまして、で、内容がですね、アガベの小株の抽選会ということで、やっぱりね、ライブやりたかったんですよね。はい、まあ前々からね、ライブ配信をやりたいなっていうのはね、ずっと思ってたんですよ。20畳弱のテナントを借りてたっていう時からもう、まあね、ライブ配信はやりたいなと思ってたんですが、ちょっとネットの環境がね、良くなくて結局できずじまいということで、この4.5畳に戻ってきたわけなんですが、やっとですね、私 YouTube 始めてもう3年以上、初のライブ配信、グダグダでした。いや、ほんまにね、もう、なんて言うんでしょうね、もうやっぱりこう、事前準備もね、結構したつもりなんですけど、いざやってみると、やっぱり焦ってテンパってね、もう何言ってるかもね、自分でもわけわからんような状態で、はい、もうグダグダな状態を皆さんにお見せしてしまって、大変申し訳ないなっていうふうに思ったんですが、まあ、ライブ自体はですね、もうゲリラ的にやりましたので、はい、ほとんどね、予告ほぼせずに、開始寸前に X で若干ツイートしたっていうね、それぐらいでしたので、もうほとんどね、視聴される方、ライブで視聴される方っていうのはすごく少なかったんじゃないかなと思うんですが、それでもね、本当にたくさんの方コメントいただいて、めちゃくちゃ楽しかったです。これにね、味をしべて再度やるかどうかっていうのはちょっともうわからないのでもうね、最初で最後のライブ配信かもっていうね、タイトルでやらせてもらったんですが、もしまたね、やることがあれば、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いいたします。はい。で、今回のお話なんですが、そのライブ配信で、アガベの小株を皆さんにプレゼントするということでですね、もう今着々と準備を進めておりまして、もうね、皆さんに行き渡っているかなと、ちょっと一部で、こちらで育成をしてからお渡しするっていう形もありますので、その点、全員の皆様にまだお配りはしていない状態なんですが、結構ね、行き渡りつつあるのかなというふうに思っております。で、そんな中でですね、やっぱりこれね、今回プレゼントと言いながら、私のこのアガベ愛っていうのをね、皆さんに振りまきたいと。はい、これあくまで罠ですから、まあそう考えるとおそらくね、これ、もらった方、アガベがね、送りつけられてきた方っていうのはこれでね、もうどっぷり沼に使っている状態になりますので、本当にね、お気をつけくださいという感じなんですが、で、今回の話、せっかくこのアガベを、皆さんにご紹介をしたというところもありますので、今回は皆さんをさらなる沼へということで、アガベの初心者の方向けに私がおすすめするアガベ5選を皆さんにご紹介したいと思います。はい、これはちょっとね、皆さん本当に気をつけていただきたいような内容になりますので、ちょっとね、沼にはまりたくないっていう方は、そっとね、ブラウザを閉じてもらったらと思うんですが、いや、本当にこれはね、おすすめして、あくまで私個人ですからね、一私個人的なおすすめという話にはなりますので、その点ご了承いただいて、いや、ぜひね、皆さんを沼へと、さらなる沼へと誘いたいと、そういう今回は話になります。で、アガベってそもそもなんでね、これ私が、本当に気に入ってるのかっていうところなんですけど、やっぱりね、非常に育てやすい。これがね、一番、アガベの魅力かなと思います。私みたいな初心者でも、そこそこね、結構、形のいいものっていうのになるんですよね。ただね、ちょっとこれ見ていただくとわかるんですが、若干、育成に失敗するような株っていうのも正直あるんですよね。これアガベのチタノタ海王という種類になるんですが、海の王と書いてね、海王と、むちゃくちゃいかつい、巨子、そして、名前がついているこちらのかっこいいアガベ、結構ね、これ葉焼けしてるんですよね。はい、この葉っぱの部分がちょっと薄い緑といいますかになっているように見えますよね。で、ちょっと茶色くね変色している部分があったりとか、で、こちらアガベのシーザー、これもねすごくかっこいいんですが、めちゃくちゃ葉焼けしています。私が育てているシーザーは実は全てこのように葉焼けしております。はい。これはね、私の育て方が悪いっていうところ、その一言に尽きるんですが、なんとなく私ね、やっぱり初心者なので、なかなか難しい品種っていうのもあるんですよね。はい。ですので、今回私が皆さんにおすすめする5選っていうのは、初心者の方でも育てやすくて、かつかっこいい、そして手に入りやすい、そのあたりを考えて私が選びました。
はい、ですので、まだアガベ持ってらっしゃらないっていう方にはね、ぜひファーストアガベにしていただきたい、そんな品種ばっかりです。では、早速ご紹介していきたいと思います。まずですね、これ実はアガベの5選に入ってないものになるんですが、これね、実は私のファーストアガベになります。こちらはアガベの吉祥館錦という品種になりまして、実はこれが私が初めて買ったアガベです。はい、これ皆さんいかがでしょうか？結構ね、個人的にはかっこいいなと思って、だから買ったんですけど、これはですね、いわゆる普及種と言いまして、かなり出回っている、値段的にはめちゃくちゃ安い品種になります。これ私はですね、ホームセンターで購入したアガベになりまして、多分1000円ちょっとぐらいで、購入当時は結構ね、状態悪かったんですよね。これが購入当時の約1年半ぐらい前の状態になります。はい。もうこの時点ではですね、もう植え付けをして結構良くはなってたんですが、ちょっと葉っぱがね、変色してたりとか、決してね、いい状態ではなかったんです。はい。ただこれはですね、私の思い入れのあるアガベということで、ちょっとご紹介させていただきました。はい、ということで早速ご紹介していきたいと思います。おすすめアガベの第5位、それがこちら。アガベチタノタブラック&ブルーになります。はい、ブラック&ブルー。ネイティブすぎて聞き取れなかった方のために2回言いました。はい、ブラック&ブルーという品種になります。はい、これね、名前の通り、ブラックとブルーと、そのね、色が特徴的なアガベになります。このアガベっていうのこの巨子っていうね、このトゲがすごくかっこいいんですが、ブラック&ブルーっていうのは、この巨子がまず黒いんですよね。で、いや別にこれがね、珍しいっていうのはそんなになくて、他の品種でもこう黒いのってあるんですけど、この品種はこの葉っぱがね若干青っぽいんですよね。青というかなんて言うんでしょうね、青色とグレーが足したような、はい、それにこの黒い巨子っていうのが非常にねこうバランスがいい。はい、しかもこの品種非常にお安い。はい、これがね大きなメリットです。見た目はね、これすごくこんな風にかっこいいんですけど、普及種ですので、かなりね、これお安く、私購入したのが多分1000円から2000円ぐらい、それぐらいで購入したので、結構これはね、お安くておすすめ。はい、ということで、ブラック&ブルーが第5位になります。はい、そして私がおすすめするアガベ第4位がこちらになります。はい、アガベのホリダになります。いやーもうこれはね、本当におすすめ。これね、アガベのホリダのドワーフって言って、ちょっとね、小さめのコンパクトなサイズになるんですが、はい、先ほど申し上げたね、この巨子、このトゲのことですよね。特に、この先端部分、トップスパインって呼ばれる部分が、こうね、すごく、いやもう荒々しい。その一言に尽きるかなと思います。で、それとこの葉っぱですよね。若干さっきのアガベよりこう細長く、立ち上がっているような感覚があると思うんですが、そうなんです。この葉っぱもね、この立ち上がる、そしてうまく育てるとこのボール状にね、はい、なるような品種になってきて、すごくね、その様もかっこいいんですよね。いや、ほんとこの巨子ね、ノコギリみたいな感じですよね。軽くね、ちょっとこれ武器になると思いますのでもし強盗とか来たら、これで戦うっていうのはおすすめします。はい。で、これね、もうちょっと大きいサイズも私持っておりまして、これよりね、さらに大きいサイズもあったりするんですが、こんな風に大きめのサイズもあったりします。はい、これは先ほど言いました、ちょっとボール状になってて、はい、こんな風に私のね、手のひらサイズぐらいの大きさ。で、このホリダね、この葉っぱのなんて言うんでしょう、模様。はい、これ巨子のこう形、癖みたいなのがついてるんですが、このね、葉っぱの模様もね、すごくかっこいいんですよね。はい、で、これもね、おまけにお安く手に入るということでおすすめです。はい、ということで、私がおすすめするアガベ第3位。それがこちら、アガベチタノタ白芸になります。はい。いやもうこれはもうね、私がおすすめするまでもなく、いや本当に皆さんね、好きな品種だと思います。いやこれは本当にね流行っていた品種で、私がアガベ買い始めた1年半ぐらい前はだいたいねこれぐらいのサイズで1万以上はしてました。
最近はかなり値段安くなってきて、もうこれぐらいやったら結構ね、もう下手したら3、4千円ぐらいで買えるんじゃないかなと、それぐらいになってきています。で、こちらはですね、幅広の葉っぱがまず特徴です。で、さらにこの巨子がね、白くて、この辺が白芸の白というところの名前がついてるところなのかなと思います。で、結構こうボール状と言いまして、丸くね、締まった形になるんですよね。ちょっとこれ私ね、だいぶ虫にやられてるところなんですが、結構ね、これでもかっこいい感じになってるかなと思います。こんなタイプの白芸もありまして、これもね、めちゃくちゃ虫にやられてます。ただこれ買った時ね、もう本当にね、なんていうの、ラッキョみたいなね、形。いやもうぺっちゃんこだったんですよね。それから見るとだいぶ歯も展開してるんですが、これもね結構中心点虫にやられてたりします。私個人的に結構ね虫にやられてても好きです。それでは次に行きます。私がおすすめするアガベ第2位、それがこちら、アガベチタノタ覇王竜になります。これはね、ちょっとアガベ、されてる方からしたらですね、これ2位なんと思われるかもしれませんが、これあくまで私個人の意見ですから、私がこれをおすすめする理由としまして、これね、めちゃくちゃ育てやすいです。なんて言うんでしょう、私みたいなね、初心者でも結構この形が綺麗に育ってくれる感じがするんですよね。葉っぱの展開も結構ね、そこそこ早いですし、なんて言うんでしょうね、結構ね、肉厚、この葉っぱの厚みもあるんですけど、割とね、こう引き締まった感じに育ってくれやすいのかなと私は思ってます。この葉っぱも幅広でね、すごくこれもかっこいいですよね。で、おまけに巨子もめちゃくちゃ長くていかつい。先ほど3つと比べるとそんなに普及してないんですが、お値段もねそこまで高くないので、これはねかっこよさ見た目で私のおすすめ。結構意外なところがね2位に選ばれていると思われるかもしれませんが、最後です。私がおすすめするアガベ第1位がやっぱりこれ、アガベチタノタ姫源流になります。やっぱこれ、もうね、やっぱりね、おすすめ、最初特に、初心者の方におすすめするとしたら、もう間違いなく私はね、この姫源流をおすすめしたい。私、姫源流だいぶ持ってるんですけど、いや、もう本当にこれね、なんていうんやろ、とにかくこの姫ってついてる、この一番の理由なんですが、コンパクトなんですよ。私のチャンネルね、見ていただいている方っていうのは、アクアリウムされてる方っていうのがほとんどだと思いますので、基本的にね、常にスペース問題に悩まされるじゃないですか。そこで考えると、やっぱ大きい植物なかなか起きづらい。そんな中でね、皆さんこれですよ。姫源流は非常にサイズがね、コンパクト。私の手のひらと比べても、だいぶ小さいですよね。にもかかわらず、この見た目のかっこよさ、最高じゃないですか。もうこのね、結構肉厚な葉っぱっていうのも特徴になるんですが、とにかくね、この小さいアガベにもかかわらず、巨子もいかつくて、割とね、育てやすいです。でね、水のやり方とか育て方によって結構このサイズ感であったりとか、この形もね割とコントロールしやすい。そんなね感じ特徴かなと思います。これは結構肉厚なタイプですよね。こんな風に育て方によって結構ねダイレクトに、影響が出てくる、そんなこうアガベをこうね学びたいという方には割とぴったりなもの、しかもお値段も安い。やっぱり姫源流。ということで今回は私が初心者の方向けにおすすめするアガベ5選をご紹介しました。やっぱり第1位ね、姫源流。これは本当に外せない。ただそれ以外の品種も私的には本当におすすめです。あくまでね、私の一個人の意見ですので、もしね、これもおすすめですよみたいなのがあったらぜひコメントいただけたら大変嬉しく思います。これを機にね、皆さんぜひファーストアガベお家にお迎えされてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。Oh.